アニメも GO! ゲームも GO! 怪獣8号8号の一特番スタートです。イエーイ。さあということで始まりました怪獣8号8号の日特番、本日の司会進行を務めるアナウンサーの田口です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあということで早速ですけれども、ゲストの方々お呼びしてまいりましょう。まずはこちらの方です。ぶち抜いて君のカフカ怪獣8号役の福西正也です。本日はたくさんの新情報をお届けに参りました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。押し打ちはね持ってきてるの素晴らしい、ありがとうございます。さあ続いてはこちらの方です。はい、カメラさんエイムしてください。市川玲奈役の加藤航と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあもっと寄ってね、肌のテクスチャーバリバリで映していただきたいなと思います。素晴らしい。はい、続いてはこちらの方です。なぎせて篠宮きこる役のファイルーザーです。よろしくお願いします。非常に可愛らしい暴力的な言葉での推しワードでございますけれども、素晴らしい。さあそして最後はこちらの方です。はい、なるみげんの声やらせていただいてます。これ内山幸喜です。持ってるのにお願いします抜い。てブレーよろしくお願いいたします。はい、ということで4社4用の自己紹介をいただいたということで、皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お世話になります。さあということで7月18日にですね、原作は最終回を迎えました、怪獣8号なんですけれども、アニメそしてゲームはですねまだまだ世界が広がっていくよというところでございますので、はい、改めてこの番組ではですね、アニメ怪獣8号の第2期がさらに楽しくなる新情報のほか、怪獣8号ザゲームの続報、こちらもたっぷりとお届けしていく番組となっておりますが、はいまずはじめにですねプレゼントキャンペーンのお知らせから参りましょう。加藤さんからお願いいたします。怪獣8号公式および怪獣8号ザゲームの X アカウントをフォローしてハッシュタグ8号の日特番をつけて番組の感想を投稿してください。投稿いただいた方の中から抽選で4名様にサイン入りポスターをプレゼントいたします。キャンペーンの詳細は X アカウントの投稿をご確認いただければと思います。よろしくお願いします。お願いいたします。まあお待ちしています。グッズとかね、まあプレゼントもいろいろ展開してまして、改めてこの冒頭のうちわとかも相当ファンの方ね、ゲットするのに苦労するというか。そうなんですよ。こちらアニメの第2期放送の、当日と翌日かな、にお配りされていたうちわなんですけれども、はい可愛いのなんのって、ね、今回はアニメでもゲームでももう連動したご試作がたくさん行われてて、内山さん、はい。違うのよ。今読んでる熟読されてますね。全然文字量ないの。 5文字裏にはね、ゲームとアニメのそれぞれの情報が書いてありまして、こちらのうちわ受け取っていただいた方ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、感想もたくさんお待ちしておりまして、私前回の特番の時に、はい結構リアタイでハッシュタグをつけてつぶやいてたら、ちょうど特番放送の途中に、私のつぶやきが一瞬下に出てて、チロッとチロッと出てて、なので皆さんのつぶやきももしかしたら今日も下に流れるかもしれないので、皆さんたちもよろしくお願いします。お願いします。お願いしたいと思います。はい、お願いいたします。ということでですね、早速ですが最初のコーナーに参りたいと思います。こちらのコール、ファイルズさんからお願いいたします。はい、まず最初はこちら。アニメ怪獣8号。7月19日から放送が始まりましたアニメ怪獣8号の第2期なんですけれども、福西さん、反響のぶち抜かれちゃってる、いかがですか、反響の方は。本当に嬉しいその気持ちでいっぱいでございます。貯めた割には普通のコメントでしたけど、よく来てくださいました。いつもこうなんです。いつもそうですか。はい、貯めて普通のことを言うのでやらせてもらってるんですけど、いや本当に嬉しくて、やっぱりこの、第1期放送終了してからちょうど1年っていう境の中で、いろんな、稼働だったり、インタビューとかを受けてきた中で、やっとこの続きを
実際の放送や配信で見れるっていうのはやっぱ格別の嬉しさがありましたね。感想もたくさんいただいてて嬉しい限りです。本当に、国内もちろん海外でもね、はい、そのイベント行かれたりしてるわけですから、はい、そうなんですよ。世界中のファンを巻き込んでいるということになりますし、内山さん、はい、X だったりさまざまなプラットフォームではもうとにかくこう成海の登場、反響がものすごくて、どういうふうに捉えてらっしゃいますか？一期の時は最後の最後にちょこっとだったのでやっとかと思ったらもう最終回になってて、だったのでもう2期はもうやっとなんていうかたくさんオーディションを受けたんですけど、名場面いっぱい演じたんですが、1期の時は本当にそこが全然なかったので、そうなんですよね。2期でそのあたりを見せられたらなと思っています。登場からこうギャップのあるこうなんですか、引き込まれるね、やはりキャラクターだったなというところではあるんですけれども、先日ですね第15話が放送されているタイミングだと思うんですけれども、第一部隊の活躍をはじめさまざまなねドラマがここまで描かれていますけれども、改めてその鳴海隊長のギャップという部分ですね、ここにグッと惹かれてるファンの方が多くいらっしゃるということで、通りだと思います。その鳴海の活躍をちょっと振り返ってまいりたいと思います。こちらご覧ください。はい、鳴海隊長、今日こそ個別訓練付き合ってください。ここか。四宮準備してたっておぎ準備をしてたんですね。そのタイミングからそろそろ足音聞こえてポジション入って四宮の足音だ。先週入ったはずの給料がもう長谷川さんに蹴られちゃうから。後ろにヤマゾンの箱めっちゃ見えてるけど。何かなるみが来てくれる。なるみが来てくれる。なるみが来てくれる。なるみが。おお。はい。そうじゃないかただのこらガキ、隊長様を呼び捨てにした罰だ。生きて帰ってお母さんのスマホで鳴海隊長かっこいいって10回投稿しろ。不自然なんだよね。言わされてる。それは怖いですね。けど大丈夫。僕がその上を行く脅威だから。ドローンに噛み合ってる。さてと、かっこいいんだよな。スーツも温まったとこあーいいろでな。髪型が狩りの時間と行こうか。はい、来ました。かっこいい。鳴海隊長の切り抜き新集ということでしたけれども、改めて本当こう振り幅の多いキャラクターだとそうですねお見受けしますけれども、内山さんは振り返ると、収録時とかどんな思いで挑まれてましたか？いやなんか難しいなと思って、なんかこうテンション感がシーンによって全然変わるので、コミカルなところも見せなきゃいけないし、こう任務が始まってキリッとしたところも大事だし、任務中もちょっと格好つけるというか、ドヤ感も出すところあるんで、その辺の切り替えが大事になってくるかなと思ってましたね。この鳴海隊長にねこう振り回される役どころでもあるというヒコルなんですけれども、ファイルーズさんはいかがでしたか、掛け合いと。そうですね、もともとこう第1期の時はキコルの立ち位置的に、別にギャグではないんですけど、そこまでツッコミでもなかったんですね、なんかまた吠え面かいてるわねってこう煽る側だったんですけど、第2期になってからは成海がこうもうしっちゃかめっちゃかするからもう突っ込まざるを得ないし煽られるから上等よってこう食らいつかなきゃいけないので、結構このシリーズになってから新しく見れたキコルの表情がいっぱいあってすごく新鮮で楽しかったです。ね、これは本当にご覧になってて福西さんなんかもいかがですか、キコルの変貌というか。いやもうだから後ろで見てて、もうすでにもう完全に知らん影出来上がってるなと、役者のお二人が完全にもうあうんの呼吸でお芝居してらっしゃるので、楽しい第2期始まったって後ろから見てました。タフカはちょっとね離れたところで大変だったのでしばらくは後ろで見てたんですけど、もう楽しかったです。収録は2期の始まりを感じるさせる、始まり感じましたね。掛け合いだったというところなんですけれども、改めて本当にこのキコルというキャラクターも第2期になってさまざまな活躍を見せていて、またこう両親との関係というものもさまざまありますので、ちょっとこちらの映像をご覧いただきたいと思います。怪我したの？ああ、ガリさん今日の体重ちょっと強かったからね。でも大丈夫。見ましたよ。ママ、この頃のキコルはね、私がまだその防衛完隊に璧目指すとかそういうマインドではなかったのでね、
光を失った後がね、やっぱ心に大きな穴が開いちゃったっていうのが。それじゃあキコルがピンチの時はさすが若いな。ママが助けてあげるね。はい。思い出いっぱい。愛情深いね。時間としては短いものではありますけど、さまざまなカットから壮大なこう背景バックストーリー、はい想像かきたてられるものがありますけれども、ファルズさん改めてご覧になっていかがでしたか？やっぱりその子供の育っていく過程において両親の存在って本当に大切だと思うんですね。でその中でキコルは光と一緒に過ごせた時間って本当に短かったんですけれども、それでも本当に濃密な時間を一緒に過ごしたことによって心の中で信念として生き続けているんだなっていうのがすごい感じられて、なんかやっぱ光の存在、イサオもですけど、それをこう深く知れば知るほど私自身のキコルに対する解像度もどんどん上がっていって、よりこうなんだろう、実感を伴ってお芝居することができました。まあ、見ているそのファンとしてもですね、やっぱりああいう深みを見せられるとより一層なんでしょう、キコルに対するね思い入れというものも、熱いですか？どんな印象を持たれてました？また薄いこと言うんじゃないでしょうね。ここは大丈夫です。ここは深いこと言いますから。厳しいな今日は。どうした？個人的には今流れてたシーンでもちょうどあったんですけど、光のテーマがめちゃめちゃ好きで、劇伴のサブスクで配信も今されてるんですけど、弦楽器で印象的に流れる音楽がすっごいなんていうか伸びやかだけど柔らかくてでも強くもある、なんか光のなんていうか人間性をすごく音楽も表してるなと思ってて、それに合わせてダイジェストで流れるこの親子の思い出の映像っていうのがもう胸打たれるなと思いました。完璧よ。ありがとうございます。よかった。が出ました。よかった安心しました。でもやっぱりアニメの素晴らしいところはですよ、もう本当に作画もしっかりキャストの皆さんの魂の吹き込みもそうですし、音楽も合わさってね、より印象的なシーンに昇華されているものなのではなかろうかというところでございまして、まあ、成海隊長とキコルトとここまで振り返ってまいりましたけれども、主人公がね、やっぱりちょっと活躍しなきゃというしていただいている、もちろんでございます。やったですので、第2期ですけれども、さまざまな葛藤を抱えていたカフカなんですけれども、15話でついに覚醒をねして8号としての力を存分に発揮するシーン、こちらの映像を改めてご覧いただきたいと思います。私をなめるな。私だけじゃない。アシロ隊長を大丈夫だよとか星野副やめるなら隊長レノや闘気のみんなを、何よりあんた自身を、私たち防衛隊をなめるな。オーディションのセリフだったから、そうやっと言えた。俺はバカだ。こんなに強くてかっこいいやつを俺なんかが殺せるわけねえじゃねえか。信じろよ。仲間を信じて自分を疑わない。頑張れ。ね。いつもあんたは遅いのよ。日々のカフカ。はい、というシーンでございますが、
アフレコ等を振り返るとどんな思いがこう込み上げてまいりますか、クリスさん。もうこの明日てんこ盛りで本当に言うたら今思いを吐露してたモノローグがあるんですけど、もちろん裏では、覚醒したっていう8号のうなり声とかも別撮りで一緒に撮ったりとかで、キコルと魂の声の掛け合いみたいなのもやりますし、掛け合いもありゃ心の葛藤もあって、で単純に強いうなり声なんかもあったりして、なんとかこのもう喉をもう殺してでも演じ切ろうという気持ちでやった収録だったんですけれども、その思いを見事にもう絵に昇華してくださってて、本当にありがとうございますって思いましたね、このシーンで。もうもちろん作画班も全力で応えてるし、福利さんも全力で挑んだと。稲光と歯をむき出しにした顔、獰猛で恐ろしい顔してるんだけれども、それがよりなんていうかカフカの決意の強さを表してくれるというか、あそこまで強いなんていうか様相にしていただいてありがとうございますという気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そしてVTR 中もちょっとおっしゃってましたけれども、オーディションのシーンだったんです。そうなんですよ。もちろんオーディションって言ったらね、第1期が始まる前にやってるので、第1期一緒にキコルとやってきてからの原点回帰みたいなところだったので、すごくオーディションの時よりもいいものが出せたんじゃないかなって思いますし、それもちろんキコルや私一人の力ではなくて、そこに行くまでにこういっぱいディレクションだったりとかをしてくださった皆様や、作中でこうアフレコの掛け合いを通していろんなものを引き出してくださった共演者の皆さんのおかげなので、本当に私もこのシーン大好きですね。いや本当に作品としてもね、また一つ壁をぶち破る大きなシーンなのではなかろうかと。結構象徴的なシーンなんじゃないかな、今の特にと思います。本当にまた第2期が加速するね、シーンであったことは間違いないというところで、ここまでですね、成海キコルカフカと振り返ってきたんですけども、加藤さんなんで座ってらっしゃる？なんで？加藤さんはなんでここになんで置物やってるのか立ってた方がいいってことですか？立っとれってこと？こんな素敵なおべべとヘアメイクして帰った方がいい。いやすいません。受け入れちゃったよ。反発してますから。どうでした、お三方のクロストーク聞いてて？そうですね、なんか一ファンというか本当ね感じで、なんかその第2期で言えばレノはその最初の初回にちょっと登場して喋って、で今長野県の松本市というところになんか別行動をして行ってるので、今放送されてる段階ではまだあんまり出番自体はないので、だから出番の多い少ないとは別に単純にそのすごい人事感あって、それはなんていうかと申しますと、やっぱりアフレコしてる時ってその完成されてない絵に対してこうお芝居をしているので、実際出来上がってどういうものが来るかっていうのを初めて放送で知るので、だからよりそのすごい人事として、もう一ファンとしてすごいものをやってる、終わった来週かみたいな気持ちで見てますし、あと今本当に一視聴者としてこの V をさっき見てたら、あんた自身を舐めるなって言葉すごいいいなって思いましたね。すごい怪獣8号ってその2期の収録中とかに死に物狂いって言葉がすごい自分の中にキーワードとして浮かんだんですけれども、自分が出てないシーンとかでも本当皆さんが命がけで死に物狂いでその人物を演じているっていうのがすごく一視聴者として伝わってきたなって改めて感じましたね。大丈夫です、座ってる意味あります。ここから与えてください。ここからもちろんです。田口さんによって与えられるレノのちょっとだけシーンが出せる。ちょっとだけ。ちょっとだけ。ネタバレ禁止のちょっとだけ。いる意味が。はい。よかったね。よかったね。やっぱね、死に物狂いって戦ってますからね、レノだって。というところでちょっとこちらですよね。お願いします。はい、ご覧いただきたいと思いますが。先行画面カット。かっこいい。はい。これがネタバレに配慮しつつ、レノの活躍どんなところに期待してほしいのかということをうまく喋っていただきたいという。うまく喋って。
そうですね、イハルと同じ基地に配属されているので、イハルとのコミュニケーション掛け合いだったりっていうのが増えます。で、左のカットでレノが何か装着しているようにも見える。左腕が何か眼差しをどこかに向けているように見えるんですけれども、このシーンで言えばちょっとネタバレしないように言うと、声優になってから初めて顎が筋肉痛になりました。そういうシーンがございます。あら、なるほど。相当それはでも楽しみになる情報をちょっとどこで筋肉痛になったのかなみたいなことをちょっと気になる、予想しながらね、予想していただけたらなと思います。でもこのレコーディングを福根さんも聞いてらっしゃったという情報が。そうなんですよ。カフカの出番としては少なくなるんですけれども、一旦そのレノとイハルにフォーカスしたシーンになるので、その場にカフカはいないんですけど、どうしてもやっぱり特に2人を演じる渡るくんと新ゆうきさんのやっぱ勇姿が見たいというか、このやっぱりエピソードレノと言ってもいいかもしれないな、このくだり原作でもすっごい大好きで、いかに皆さんが演じてくれるかっていうのをやっぱり私もそれこそ一ファンたち気になったから、収録を見学させていただけませんでしょうかということで、いわゆるミキサーブース、監督とかがいらっしゃるミキサーブースの方から見させていただきました。このじゃネタバレにならない感じでどういう印象論というか、これを語るということはもちろんですよ。じゃないと話膨らないですから。なるほどね。右のカットが確かカフカにも関わるシーンだったんじゃないかな。ちょっと私も完成品を見てないので、ちょっと何とも言えないんですけれども、そうだったかな。ここじゃないか。ここじゃないわ。そういうシーンもあるですね。もしかしたら話すシーンもあるかもしれないし、やっぱお互いがお互いを案じているというのはやはりみんな第13話でもメッセージでお互いのことを心配してたり、既読つかねえなみたいなやり取りがあったんですけど、そういう感じで今イハルも意味深な目線をレノに投げてますけど、やっぱりお互いがお互い心配して、それがどういうふうに声掛けになっていくのか、キコルもなめるなっていう強い言葉ではあったけど、元をたどればやっぱ心配であったり、こう元気づけるっていうところから結果的にこの言葉が一番いいとなって投げかけてくれたと思うんですね。だからこの感じで2人がどんな言葉を掛け合うかっていうのをすごい注目してほしいなと思います。なるほど。あんまり見ない目線ですからね、このイハルのね、ちょっと意味深な考えるような目線、これがどういう展開になるのか予想していただきたいなと思います。完璧よ。あ、私みんなにこれ言われなきゃいけないの？完璧スタンプラリー。今ファイルズさんちょっとイラッとしてる可能性が。なんか今その視線を感じ、その意味深な眼差しを今カイさんの方からすごい睨んでくる。後で吠え面書かせてやるわ。後でミームでしか会話できない。そういうオタクみたいになってる。いや、ということで、このね、楽しみにしてほしいです。はい、先行場面カット、この今のトークも皆様の心に入れながらですね、実際どんなシーンがやってくるのかというところを楽しみにお待ちいただければと思います。改めてレノとイハルのね物語の鍵となるのが、放送前のメイン PV である医師の継承編という、こちらに登場していたキャラクターなんですけれど、もうちょっとスライドご覧いただきましょう。加藤さんからですね、簡単にご説明いただければと思うんですが。はい、こちらはですね、レノとイハルが所属することになる第4部隊の隊長である尾形15です。まだ本編にね登場するのは少し先かもしれないんですけれども、キャスト情報を含めてぜひお楽しみにいただきたいです。はい、第2期まだまだ新キャラクターたちも登場するというところ。本当にこの方とても魅力的なおじさまなんです。魅力的なおじさまがこの後もですね、レノたちとのどういう人間関係を構築していくのか等々踏まえて早く見たい、注目していただきたいというところですし、ありがとうございます。改めて第一部隊の戦いが今ね佳境を迎えるというところで、内山さんの視点でも今後楽しみなポイントちょっと挙げていただければと思うんですが。いや、もうこっから大変な展開が待ってますから、ちょっとそこはね見届けていただきたいですし、先ほど映像でみんなで見ましたけれども、篠宮家のお話は今後もキーになってきますので、このご家族に注目していただきたいなと思います。なるほど。ファイルズさんからも篠宮家注目、ネタバレしない感じで言うなら。それは無茶なご相談ですよ。ではなかったこととさせていただきます。そう、こんだけこのお二方
方が濁して言ってたのに最後に託さないでくださいよ。演じてどうだったか的な。でも今日はそのやっぱ篠宮家を背負ってなので光さんのカラーで、いつもは黒いお洋服をまとうことが多いんですけど、光さんの意志を継いだキコルの活躍、そして功の血も継いでるぞっていうところがね見れますので、ぜひ皆さん篠宮ファミリーに注目ください。はい、ありがとうございます。ということで完璧でございます。完璧ね。本当にまだまだこれ面白いポイントがね第2期続いてまいりますから、ぜひ見逃さないように注目していただければと思います。ということで、以上アニメ怪獣8号のコーナーをお送りいたしました。イエーイ。それでは続きまして加藤さんからお願いいたします。はい、続いては怪獣8号ザ・ゲームのコーナーです。さてこのコーナーではですね怪獣8号ザゲームの最新情報をお伝えしてまいりたいと思います。前回4月特番を行ったんですけれども、ゲームの映像だったりキャラクタービジュアルなども解禁されました。6月のブートキャンプではゲームオリジナルのキャラクターだったり設定というものも一部公開されていて、今日もまたね新情報出るということで、やったー、ザゲーム楽しみですね。楽しみでございます。ちょっとプレイもしてるというお話。実は7月の頭にロサンゼルスの方に行ってまいりまして、怪獣8号の登壇をしてきたんですけれども、それに際してアニメエキスポさんというところで暁さん、暁優さん、怪獣8号ザゲームで出展をされていまして、ちょっと実機で遊べますよというコーナーがありまして、ちょっと触ってきたんですけど、10号でっけえ10号を倒すというのができまして、非常に素晴らしいクオリティでございました。今回の情報も楽しみです。ちょっと一部開発陣のような感じでコメントもいただければと思います。喋りすぎかもしれない。大丈夫ですよ。さあということで今回ね新たな映像があるということで、こちらからご覧いただきたいと思いますね。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。上空の不明領域から本獣が新たに発生。余獣と思われる怪獣反応複数降下してきます。怪獣発生。担当隊員は至急出動してください。転移エネルギー反応が急激に増大しています。備えてください。聞かせてくれ。怪獣次元門について。第一部隊出動だ。見せてやろう。圧倒的な実力ってやつ。覚悟はええか。怪獣退治の時間よ。何者も私を止めることはできん。正面からぶち抜けばいいのよ。今度は私が射抜く番だ。まだだ。もっと強くならないと。ぶち抜きから歯食いしばれ。終わりだ。行くわ怪獣ども。切り刻む。どうや邪魔すんじゃねえ。決めろレノ。任せてください。やるくそこね当てる。道を切り開く。隙だらけやで。捕らえた。逃がさん。隙あり。僕の力を見せて。邪魔だ消えろ。制圧受けてみろ。逃がしゃしねえ。お掃除の時間だ。討伐術6式八重打ち。悪いな時間ねえから一発で解体するぜ。待ってなさい怪獣ども。やってやろうじゃない。作戦を開始する。行くぞ。出撃だ。蹴散らすと。こちら佐賀。始めましょうか。みんなを守ることが私の使命。この命は仲間のために。突っ走るんじゃないわよ佐賀。聞こえ。各確認。この人小型の戦いだ。邪魔よ。道を開けなさい。雑魚に用はない。ようやく尻尾を掴んだで怪獣8号。こいつは僕が相手をする。ようやく姿を現したな怪獣。目標地点到着。各員降下。お前は私がここで倒す。リミッター解除許可申請。怪獣8号の処理を開始する。やった外れちゃったね。迷ってる場合じゃねえ。格の違いを見せてやる。お前に奪わせはしない。誰も死なせない。俺は怪獣8号じゃない。日々のカフカだ。
ありましたよ情報が。改めて怪獣8号ザゲーム最新トレーラーが公開ということになったんですけれども、福西さんいかがでしたか？ありがとうございます。まず感謝から言うと思ったんだよ。かぶせられちゃった。おー、気になる、すべてが。全てがね。クオリティもすごい。もうちょっと喋ってもらってもいいですか？ちょっともう一回見たいしか言えない。これは YouTube に上がると思いますので。あー、じゃあもう死ぬほど見させていただきます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ飛ばしますわ一旦。加藤さん。そうですね、我々今初見の状態でご用意いただいて今新鮮な感想なんですけれども、本当いろんなキャラクターとかも出ていますし、多分なんか編成画面とかでいろんな武器の名前とかも出てたと思うんですけど、多分このゲームが初出になる情報とかもたくさんあるんだろうなっていうのがまず1個思ったことですよね。確かにゲームだと細かい設定掘れますからね、っていうところもあります。ファイルズさん印象いかがですか？はい、やっぱりゲーム収録を通じてどのようなキャラクターがいるかっていうのは知ってはいたんですけれども、改めてこうして動いてるのを見ると本当にこうキャラクターたちがこう息吹産声を上げたなって感じがして、すごくなんかワクワクしました。でキコルの、血のつながらない姉であるサガンという存在が物語をどう動かしていくのかだったり、どう関わってくるのかっていうところもね、ぜひ早く皆さんに楽しんでいただきたいです。いや本当にやっぱキャラクターオリジナルストーリーのね絡み方というか進み方、どんなものがあるのか非常に楽しみでありますが、内山さんはいかがでしたか？印象。はい、アニメとはまた違った形で怪獣8号の世界観が描かれているので、あれをゲームでプレイしたらとっても楽しいだろうなと思ったんですけど、たくさんセリフも取ったので、まだまだ情報はね出てくるところ PV 以外の部分でもあると思うので、もっと知りたいなと思いました。確かに、まだ皆さんも全貌は知ってるわけではないというね、状況だと思いますし、福西さん改めていかがですか？今情報が出ているサガン以外にも、皆さんが見たことないキャラクターたちもたくさん出てきて、そのキャラクターたちもまた魅力的な今は姿だけですけど中身もすっごい今までにいなかったキャラクターで魅力的なので、これからどんどん情報が出てくるのがすっごい楽しみだなと思いましたね。いやいろんな情報が出てくるわけですよ。今日改めてそういうのをお伝えする番組ということですから、今回はですね開発チームからゲストをお呼びさせていただいております。よっしゃ。ザ・ゲームプロデューサーの藤田さんです。どうぞお越しください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では簡単に自己紹介からいただいてもよろしいですか？はい、かしこまりました。皆さんお久しぶりです。怪獣8号ザゲームの、プロデューサーをしております株式会社暁ゲームスの藤田と申します。本日は最新の情報をたくさんお持ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ぶち抜いてー。ありがとうございます。そのこっちに向けてのね。情報でねぶち抜いてってことね。どうぞもう聞けばいろいろ教えてくれますんで。はい。ね。言っちゃダメなことはダメですからね。はい。はい。どこからどこに釘刺されてるの？プロデューサーに向かって何を言うなという。よろしくお願いします。では今回お届けするゲーム情報こちらとなります。はい。最新トレーラー、そしてキャラクター一挙公開、メインストーリー紹介と実演プレイもありますし、いよいよリリース日の発表もねできるということでございますよ。ねということで早速ですけれども。参りたいと思いますね。キャラクター一挙公開から参りましょう。まずはこちらご覧いただきましょう。はい。ずらーっと出てまいりました。東雲。いっぱい。長谷川？ハテナがついてたな今。長谷川？顔しか見えない。人をやめている。いや。そうなんですよ。ここでやっぱ驚き語出てくるキャラクターも様々。南さんも戦えるの？いやそうなんですよ。どうやって？宮瀬もいる。いうところで、ちょっとこれをね様々ほかぼっていきたいなというところでございますけれども、まあ今ここにちょうどいますけれども、成海の姿もありまして、アニメで大活躍ですけれども、ゲームでもねどんな活躍見せてくれるか楽しみですね。立ち絵はこんな感じになってます。さっきファイルーズさんからもありましたが、武器がまたこれかっこいいと。
いうところで、そうどんな戦い方、まあ振る舞い方をするのかがね、楽しみでありますが、内山さんは長谷川という。いや衝撃、成海もかっこいいと思ったんですけど、すぐ長谷川が出てきてえって。やっぱそっちに目奪われちゃう。パワードスーツとおぼしき姿だったんですよ。あんなアニメでまだ見たことなかったのでびっくりです。はい。どんなさまざまなキャラクターが出てくるというところですけれども、まあ実際に今映っていたキャラクターは全てこうプレイヤブルというか使って遊べるという認識でよろしいんでしょうか。そうですね。はい。全員プレイヤブルキャラクターになります。はい。なので長谷川と一緒に戦うことができます。やったー。長谷川。楽しい。自由ださんとも戦いたいし。内山さんの目が今日一番キラキラして。いやなんか夢が広がるというか。じゃあ実際にさまざまなキャラ登場するわけなんですけれど、まとめてちょっと紹介してまいりましょう。まずこちらです。はい。まあここはね、ここはそうでしょう。メインメンバーというところで、まあ8号とカフカもねこう別々でいるというところですから。ありがとうございます。そうか。そう。まあどんな戦い方が変わるのか、能力が変わるのかというところがね、楽しみでありますし、レノもねどんな振る舞いするのか楽しみですね。そうですね。まあいつもの感じかなっていうか。思いますけれど。覚醒の兆しとか。覚醒、キャッチコピーかっこよく。キャッチコピーがみんなにある。ソシャゲのこのキャッチコピーっての文化って何なんですか。かっこいいからだよ。これって何なんだろうっていつも思うんです。これ藤田さんが考えてるんですか。いやこれは僕じゃないです。はい。開発と使用者の皆さんで。はい。キコルなんかはね未来を照らす光という。これめっちゃいいかも。みんながもうシンプル規格外。すげえ。かっこよすぎる。そうなんだよ。でまあこれメインメンバーですけれども、続いてはこちらです。はい。みんなだ。同期の面々といった感じですか。この同期メンバーは藤田さんからこう推しというか、どんなところ注目してほしいってありますか。そうですね。春一、伊春、葵なんかはまあアニメの方でもたくさん出てくると思うんですけれども、それ以外の小隊長であったりとか、あとは水瀬とも一緒に戦いたいとか、結構バックアップの任務が水瀬でメインなので、水瀬も使って戦えるっていうのは結構新鮮だと思います。そうですね。そこはもうゲームならではの楽しみ方ができるかなとは思います。そしてまだまだいます。こちらです。ここが一番掘りたい。面構えが違うな。やっぱりね、力戦の猛者たちって感じしますよね。面構えというのかね、つるつる構えというか。そこまでにしましょうか。いらっしゃいますけれども。誰が一番気になります加藤さんは。そうです。僕東雲凛が結構いいよね。東雲。はい。めっちゃかっこいい。2期始まって僕はまあ一視聴者として見てる時に原作よりもなんかより印象に強まったなって感覚があって気になってますね。キコルとの掛け合いとかもね。そうですね。そこ熱いからね。これやっぱ内山さんは気になるっていう。長谷川を動かせる。長谷川を姿で動かせるっていうことなんですか。これも今乗ってる感じですか、長谷川は。長谷川乗ってます。じゃないですもんね、怪獣。長谷川は結構アニメだとまだ成海をこう首根っこ突っ込んで引っ張ってったりこう冷静に指示出したりっていう姿が印象的でしたが、あの姿で戦わせられるっていうのがね衝撃的ですね。いやこれ実際どんな風に動くのかが非常な楽しみなね、本当にポイントであるんですけれども、まあこのスライドだけじゃなくてさまざまな何ですか、このキャラクターの紹介していただける動画が藤田さんご用意いただけているということで。はい、そうですね。本日は追憶ストーリー前回来た時もお話しさせていただいた原作とかアニメのシーンをゲームの中でも体験できるストーリーモードの一部のシーン今日お持ちしているので、はい、ぜひじゃあそちらをご覧ください。はい。あのオンボロあんたのでしょ。邪魔よ。私の車が止められないからどけなさい。懐かしいな。めちゃめちゃアイドルやんけ。そのシーンに合わせてそこに止めたいの。今日の私のラッキーナンバー5だから。ラッキーナンバーとなんじゃこの高飛車娘。ちょっと来い。お兄さんが礼儀ってやつを教えてやる。もういいわ。自分でどける。急に何？あのスーツを。車を持ち上げた。
はいというシーンですねこちら。いかがでしたか、福西さん、改めてご覧になって。本編で一度やったもののもう一度演じ直すということで、このシーンももちろん吹き替えさせていただいたんですけど、こんな感じでアニメーションでも原作でもアニメーションでもあったシーンがまたゲームで違う形というか、車にフォーカスしてドガン真っ暗になるっていうまた新しい演出で見れるのがすごい楽しかったですね。これがずっと丸ごと楽しめるのかと思うと楽しみです。追憶が。あとはもう本当におてんばな頃のキコルでしたけれども、はい、いかがでしたか、ご覧になって。そうですね、改めてまた今になってこう演じられる喜びもありますし、やっぱり見せ方とかがアニメーション、漫画、ゲームそれぞれで異なっているので、展開を知っていても何度でも楽しめるというところが魅力的だと思います。いやこんなシーンがいっぱい藤田さんあるってことですからね。はい、ございます。はい、まだまだ、あるということですね。続いてはこちらご覧いただきましょう。ようやく姿を現したな怪獣。はいということで、また先ほどとは違ったバトルシーンというか、シーンのムービーがあるのか。かっこよすぎる。素晴らしい。これもかなり気合い入れて作ってる感じが藤田さんありましたけれども。はい、そうですね。もう見せ場のシーンはこういった形で映像にして、はい、ゲームなどに組み込まれているので、よりこう没入感感じられるかなと思って、はい、楽しみにしてください。はい、ありがとうございます。どのシーンがね今のような 3D アニメーションになっているのかというところも、ね、予測するのが原作ファンとしては楽しみなポイントかなと思っておりますが、はい、まだまだ情報出てまいりますね。続いてはこちらです。はい、メインストーリー紹介ということでございます。では藤田さんからですね、こちらもご説明いただきましょう。はい、本作には3つのストーリーモードがございます。これ前回お話した通りなんですけれども、はい、メインストーリーで今ご紹介した強くストーリー、あとは個別のキャラストーリーの3つのストーリーモードになっておりまして、本日はその中でもメインストーリーについてもう一歩はちょっと踏み込んでご説明できればなというふうに考えております。ありがとうございます。はい、でちょっとおさらいなんですけれども、はい、ゲームオリジナルの設定になっておりまして、怪獣次元門ですね。この存在がこのメインストーリーオリジナルストーリーの核になっているものになりまして、ここからかつて討伐された識別怪獣であったりとか、いろんなものたち戦っていって、これを起因にしてストーリーが展開されているというものがゲームオリジナルのストーリーになっております。あ、出た。1号2号？作中では原作では戦うことのなかった、討伐されていたので、はい、1号で、そうですね、もうすでにナンバーズとしてスーツで登場するような怪獣たちですね、かつて討伐されて、それらと戦うことができます。マジか。どうやって倒したんだろうってこれ思うね。強そうすぎる。1号の面構えすごくない？過去の技術で倒したってことだからね。そういうことだよね。巨大なのどうやってっていう。もう一回戦える。はい。おお。なんだこいつ。これはなんか番号がつくタイプっぽいけどどうなんだ？めちゃめちゃ強そうだから。識別かもしれない。05とか。あら、ゼロ使っちゃう？ゼロ使っちゃうか。使っちゃう？始祖の。これ当たってたらどうしよう。やばい、前回の川西さん状態になってしまう。存在がいなくなります。丸ごとカット。消される。今映っている怪獣オリジナルゲームのオリジナルなんですけども、他にもたくさんゲームオリジナルでいろんな怪獣戦うことができるので、すごいですよね。それこそ1号2号ももちろん原作では話に出てきたし、もちろんデータとか存在するけれども、実際にこうやって戦えるっていうのは多分初めてというか劇中でも。そうですね。あとは全身のフルショットで描かれているシーンがなかったりもしたりもするので、そこはゲーム用に新しく設定を書き起こしてアニメーションをつけて、どういう必殺技にするかみたいなのを全部作り込んで。これがオリジナルストーリーで。そうですね。はい。いや楽しみなポイントでありますし、まだ本当こう
特殊な組織というか、人間側もねいろんなまた何ですかゲームオリジナルの要素があるということで、こちらのご説明もいただきたいと思うんですが、こちらです。はい。怪獣次元門の謎を追うためにこのゲームに登場する新たに組織された次元閉門専用特殊部隊、通称クローザーですね。はい。この組織の中心メンバーである、篠宮サガンですね。彼女を中心にしてここのストーリーっていうのは展開されていきます。このサガンの姿というものもかなり目を引くものがありまして、改めてちょっとねご覧いただきたいと思いますし、キコルを演じられているね、ファイルズさんからご紹介いただければと思います。はい、サガンはこちら。ですね、先ほどのねトレーラーでもかっこいい姿を見せてくれたんですけれども、クローザー所属でキコルの血のつながらない姉として登場します。ちょっと本当に言いたいもうここまで出てきてるんですけど、ちょっとねゲームをね出したい存在がいなくなります。2人目消されちゃうから言わないでおいてください。でもねこうお揃いのリボンがね色違いだったりとか、そういうねちょっと細かな共通点もあったりして、で結構なんかこう性格とかもなんだろうな、キコル勝ち気じゃないですか、そんな勝ち気なキコルに対してサガン今こうキリッとしてますけど、ちょっと抜けてるところがあるかもみたいな、どっちがお姉ちゃんみたいな、そういう時もあったりするので、これ言い過ぎです？完璧ですね。よかった。3回目？パーフェクトすぎるだろ。完璧出ましたか。素晴らしい。ぜひ楽しみにしておいてほしいキャラクターの一人です。これメインストーリーの映像もあるということですので、ちょっとご覧いただきましょう。しぶといわね。任せて隙を作る。キコル合わせて。分かってる。今よ、言われなくても。武器がね、武器というか獲物が大盾というところがね、やっぱ目引きますよ。どう戦うのか気になりますね。で共闘シーンかっこよかったですね、ファイルズさん。これそうなんですよ、ここだけじゃないんですよ。他にもあるかもしれないのでね、ぜひ楽しみにしていただきたいです。いいね、でかい獲物を扱う姉妹2人っていうのは。そういい構図だな。しかもねキコルたちのスーツってこう体にぴったりフィットしてる、でもクローザーの服って結構なびきのあったりするアウターがあるから、そういう動きの違いとかも演算とか大変だったんだろうなとかそんな内側のことをでも見てる方は本当にすごい対比が素晴らしくて、そういう目でも楽しめます。確かにシルエットの違いが面白かった。着眼点が素晴らしいですね。デザイナーですね。本当に狙ったところ通りで。やった、完璧に言えました。すごいな。シンプルな簡単。すごいな。すごいな。乗ってるな。隊長が褒めてくれました。さあそしてね、サガン以外にももちろんさまざまなメンバーがいらっしゃるということですので、ご覧いただきましょう。こちらです。はい。こちら福西から説明させていただきます。スーテッドです。クローザー所属の兵器開発を一手に担う天才物理生物学者で、怪獣を利用した多分野の研究開発を行っており、常識にとらわれない発想でさまざまな兵器を生み出しておりますということで、このスーテッドという新キャラクターもね、もう結構なんていうかはちゃめちゃな方で、かなりマッドサイエンティストと言ってもいいんじゃないかってぐらい、いろんなことに興味がありすぎる方なんですけれども、この方も結構引っ掛けましてくれるんですよね。そうですね、なかなか今までにないキャラクター、8号の世界にはいなかったキャラクターなんですけど、この子がやっぱりストーリー引っ張ってくれる重要な役目を担ってくれるとか、カフカとのつながりとか掛け合いとか面白いのもたくさんありますよね。カフカと結構ね絡みがあるんですけどね、もうそれまた新鮮なんですよ。ちょっと楽しみなところでは、楽しみなキャラクターの一人です。そしてもう一方いらっしゃいますね。こちらです。はい、続いてはチェスター・ロックバーンさんになります。かつてはイギリスの防衛隊に所属していた、特殊部隊のリーダーを務めていたクローザーのメンバーです。クローザーにおいても無茶をしようとするサガンを諌めるような参謀的な役割を担うことが多いキャラクターです。いろんな武器を使える方で、この方が高い下方戦力も持っているため、怪獣ごとに適切な武器をチョイスして討伐することができますよ。そうこの方はちょっと見守る
ようなポジションのキャラクターで、この方もね結構その年がややみんなより上なんですけど、そうなんですよ。キリッとしたビジュアルで結構年も上の方で、その貫禄というか年輪がすごい出てるキャラクター。非常に頼りになるキャラクターですね。はい。これね、やっぱスーテッドとチェスター6番、まだ CV の情報が出てなくて、確かにどなたが演じられるのかね、加藤さん知ってるんですか？僕は知らないので教えてほしいです。こうやって責任をなすりつけてる。反射材として使ったな今。田口さんがチェスター僕はってなんかすごい白々しい名前の挙げ方してそれを受けてでどうなんですか？教えてくれるんですか？これね、後日発表します。すいません。楽しみにしております。これは相当気になるなんかキャラクターですから、声大事ですよね。はい。ぴったりのぴったりの方がなってると思います。楽しみです。よろしくお願いします。いやですので改めてね、オリジナルストーリーキャラクターというものがさまざま活躍するということですから、この改めてその原作アニメとありますし、ゲームによってまた広がる世界観が楽しみになりますね、福西さん。アニメの第2期でやっぱり成海が入ってきて、既存のキャラクターにもいろいろ絡みが新たな一面が出たように、またオリジナルキャラクターとの絡みでもまた多面的な魅力が出るから、めちゃめちゃ私収録楽しかったです。だからこのゲームのオリジナルストーリーの収録を今進めているところなんですけれども、すっごい楽しくて、これ以外にも今出ている、それこそ私たちが今出ているキャストたちが演じているキャラクター以外にも新たなキャラクターとの絡みが出るんじゃないかなと。あんなキャラこんなキャラとオリジナルキャラクターがどう絡んでいくのか注目してほしいです。いや本当にどんな世界の広がり方をするのかが非常に楽しみなところではありますが、ゲームというところで、やっぱりこう大切なのはね、プレイ体験感というか、どんな風に動くのかというところでして、続いてお送りしましょう。こちらです。ゲーム実践プレイということになります。実機のお時間です。これをですね、すでにロサンゼルスでプレイ済みという福西先生に、先生今回は先生ですから、プレイ済みの先生です。ぜひとも華麗なプレーをお見せしていただきたいと思います。かしこまりました。やらせていただきましょうよ。ということで実際ゲームをプレイしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。応援してるよ。ということで今ホーム画面だと思うんですけど、この画面から触れていってもいいですか？もちろん。左上にお好み好み見ません？本当だ。これはなんだ？イベント。ポチッと。あ、なるほど。いろんなイベントを進めるアイコンとしておこのぎさんが使われてるわけだ。頑張れ。頑張れ頑張初心者のれ方にまず頑張れ。頑張れ。うちわで応援してるね。ワイプで抜けますか？ワイプで。ありがとう。ワイプで。押されてますよ今。ありがとう。二人がもうあれが仕事になってますよ。この映像謎すぎるだろ。私この画面の中ですごい気になるものが全然始まんねえじゃねえかよ。だって公演前上映みたいな。いった右上にいわゆるメッセージのアイコンがあると思うんですけど、それとは別にちょうど右の真ん中ぐらいにはメッセージっていうのがあって、これ私気になるので押してみてもいいですか？ぜひ。ポチッ。これメールが来てる？これ多分いろんなメッセージが読めるんだと思うんですよ。キャラから来てるんだ。そうなんですよ。既読無視。もうできるかもしれない。ちょっと一回押してみますね。これ気になる。はい。日々のカフカよりお礼とお詫び。うわ、ビジネスマン。あ、キコルは部屋を作ってくれてる。チャットルームを作ってくれたのか。そういうことは。どうも日々のです。面白い。凝ってる。すごいな。ミルクサイズ。青いね。声が入ってないから皆さんは初めてですよね。そうですね。そうですね。なるほど。許してくれないの？あれれれ。SE とかも気持ちいいです。気持ちいいですね。タッチ感も。ドッキリかーい。こういうのがたくさん入ってます。はい。もういろんなキャラクター同士も、いろんなグループチャットもたくさん。それでアイテムももらえて。これめちゃめちゃ嬉しいかも私。これ本当にさっきおっしゃってたようにボイスを入れてない場面なので、本当に初見のテキストたちなので、
これキャラクター好きな人みんな嬉しいですね。でこんなメッセージがいっぱい読めるわけなので、これはバトル以外のとこもいいですね。サービスがそうですね。キャラクター好きな方には非常に喜んでもらえるんじゃないかな。はい、皆さんこちらメッセージ機能も楽しみにしててください。ということでじゃあ頑張れ。そろそろ応援が復活してきた。まずはストーリーを見よう。長谷川使って。あ、これがあれか。メインとか水浴のストーリーか。うわ、サムネイルがめっちゃかっこいい。わ、さっき言ってた通りマントがかっこいいわ、佐々木さん。でこっちは次元門バックにして2人で。あら？あらあら？1号対1号。本当だ。すごい。どういうことだ？なんか成海と星名が共闘っぽいことをしているような気がする。これはいいのということで、こちらもどんなストーリーが展開されるのかっていうのが魅力的なサムネイルで描かれているわけです。ありがとうございます。お待たせしました。頑張れ。今ね、会場の応援の熱も一層上がってまいりましたよ。というわけでストーリーは一旦置いておいて、一旦やっぱり戦闘に入りたいなということで、あ、来るんじゃない？行くの？演習に入りたいと思います。長谷川使ってあげてください。長谷川頑張れ。長谷川頑張れ。長谷川への熱いメッセージが今。じゃあ巨大化10号と戦いに向かいたいと思います。10号と長谷川がということでいないじゃないか。夢のパーティーじゃん。こんな感じでそこはカフカ？いろんなキャラクターが。なるほどなるほど。じゃあ一旦今会場の熱が一層上がってまいりました。長谷川への熱い応援の声が。長谷川への熱い声が届いております。これが下の名前で応援されております。この長谷川の詳細も見れますということで、一旦脱いでる。こんな感じでしっかりしてるわ。TS ドーベルマン52に今乗っております。かっこいいね。綺麗なんだ。という感じでね、こんな感じで詳細画面を見るといろんなキャラクターが出てきて、いろんなポーズをしてくれるんです。確かに可愛い。可愛い。で8号が戦闘態勢になったりとか、成海が横向いてるのから前髪かけ上げてくれたりとか。実戦前にでレノが首いたポーズから笑顔になってくれたりとか、ここにいる全員を紹介してくれてありがとう。で位置もチェック済みでございますので、でこんな感じでスキルもいろいろオリジナリティあるのが見れると。カフカだから 1% 射撃になってたりとか、変身とかやってくれたり、いろんなキャラクターの詳細も見ることができますということで、じゃあ一旦長谷川使いたいね。長谷川を編成する。別ゲーになりそうな。もう戦うんだ。じゃあ藤田さん、今回どんなパーティーでいきましょうか。今回ね、一回でもじゃ組んでみます。皆さんで好きな。4人だけですかこれは。4人です。はい。パーティー4人。だいぶ埋まってるけどもなんか。一番でかいんで。一番でかい。じゃあこの長谷川を軸に。長谷川軸に組んで大丈夫。バランスをねちょっと。長谷川といえばやっぱ成海も。じゃあ成海横にいてほしいですよね。コンビで強くなりそうです。確かに。ちなみにこれは同じキャラクターは実装できるんですか？長谷川と長谷川はできないですけど、ここだと別キャラクター同士であればできる。なんていうんだろう。星5の星名いますよね。オレンジ色の背景の。まずこの星名を選びます。それと紫色の星名は別のキャラ。ダブル星名いけんだ。これはもう勝ったよ。勝ち。これもう勝ったでしょ。今後長谷川だけでたくさんレアリティを作ってもらえたら。長谷川いろんな長谷川で画面埋まっちゃうって。長谷川作るのめっちゃ大変だ。確かに。いいですね。でも最強部隊が今出来上がってる。でもせっかくだからキコロも入れちゃう。当然ね。回収だね。もう第一部隊ができている。そうですね。確かに。そうだね。結果いれば。確かに東雲の動いてるとこ見たい。キコルンにはまだまだ負けられないよ。専用セリフが。あら素晴らしい。ちょっと一緒に編成されると。第一部隊殺しで。これだけなんでこの並び替えっていうボタンを押してもらって。今まさにリンがキコルンに対して話したみたいに。特定の組み合わせ、これバディっていうシステムなんですけど、両隣にいるキャラクター、左から2つ右2つの
に配置しているキャラクター同士がバディっていうふうに組まれます。でこれが特定のキャラクター同士だと今みたいな会話というか掛け合いが発生します。今最高の組み合わせってことですね。確かに一番美味しい感じですね。ここを入れ替えたりもできると。入れ替えたりもできます。ただ成美隊長、設定されてない組み合わせをやっても個人のセリフにはなります。なるほど。すげえ、今度は成美隊長へのセリフになったんだ。そうですね。はい。なるほど。長谷川のセリフ。小言は聞かんぞ。おお。長谷川に向けてのメッセージが今流れたね。流れたね。長谷川を配置して。早く戦え。長谷川見せてくれよ。みたいな。ボイスコンプリートしたいけど。長谷川動かしてくれ。戦ってみます。オッケー。よし。大丈夫かなっていう。じゃあ行ってみましょう。このコメントでも長谷川頑張れって言ってる。一応皆さんで揃えたやつもあるんですけど、どうします？一応こっちもあるんですよね。あ、いや長谷川でいきましょう。長谷川で。2回やったらいいよ。オッケーオッケーオッケー、了解です。じゃあ台本無視していきましょう。長谷川率いる第一部隊で今回。強そうすぎる。長谷川率いる。いやいや、一番左にいるから率いてるかなと。そうだね。会長いるのに。行きましょう。頑張れ。出撃。頑張れ。頑張れ。長谷川への熱い応援の声が今飛んでおります。バディで組み合わせになったキャラクター同士はその組み合わせでバトルしていただくと分かるんですけど、特殊なまた掛け合いが。なるほど。確かに取った気がする。じゃあ下のタイムラインの順番で攻撃が始まるので、まずは成美からあ、なるみなんだ。通常攻撃を食らわせる。まずは小手調べよそしていいよ。ズズズしてたんだよね。おー。かっこよ。ガトリング。専用武器持ってる。そしていけいけ。通常攻撃。長谷川の熱い応援の声が飛んでおります。かっこいい。よし。お、なるみいいとこ決めてくれ。この共闘熱いね。熱い。そしてまた成美のターンでございます。右下を見るとゲージが溜まっているのでスキルを発動することができるんですよね。というわけで発動していきましょう。成美のスキル。うわー、かっこいい。熱い熱い長谷川への応援が今素晴らしい。会場にこだましております。じゃあやったー。ヒコルもスキルいくよ。お願いします。うおーい。かっこいいね。続いて篠宮さんのスキルもいきます。避けられる？おーい。あ、多い球数。あ、めっちゃ打ってる。そして長谷川のスキルもいきます。おい。そんなそんなん持ってた。別ゲーだよ。長谷川そんなん持ってた。マジで最高だこのゲーム。全然想定してた展開と違う。長谷川技ゲーム。長谷川ゲームかも。確かに。こんな感じで攻撃を繰り返していくと、左の右のゲージが溜まっていって、これを押すと必殺技が出せますということで、成美の必殺技がいきます。防衛隊式銃剣術。残幕砲火。カメラワークして、おお、かっこいい。私に任せなさい。すげえ。長谷川もあるんですか。長谷川もあるね。ヒコルターン自身のキャラを差し置いて今ヒコル攻撃してんの。東雲。あ、ヒコルが角度を移して東雲が打ちをかけて、そしてよし。で満を持し真て打ち登場ですか。長谷川素早さが遅いのかな。そう確かにそう、若干ゲージ溜まるのも遅いので、せっかくなので先に溜まった2人の必殺技も見ていきましょう。まずは篠宮さんから。かっこいい。美しい。遊びはおしまい。おお。打ちます打ちます打ちます。めっちゃ打ってる。ウィー。待ってました。かっこいい。続いてヒコルの必殺技いきます。お願いします。仲間は誰も覚悟はいい？あ、出た。式不実。一式。落雷。落雷だカメラワークが。ということで、もうすぐです。射程圏内。もうちょっと。もうちょっと。もうすぐです。遅いな。会場の長谷川熱がより一層さすが。高まってまいりました。これで通常。これ通常。たまった。よっしゃ。でもいやなんかこれ
崩れ落ちちゃった。これすごいわ。もう早急にオレンジバッグの長谷川も早急に実装してほしいですね。これは面白い。みんなゲットしたい気がする。そんなに長谷川が愛されるキャラクターになるとはね。安本さん見てますか。こんなに愛されてますか、長谷川。ずるすぎる。ということでみんなの通常攻撃を持ってこれゲージラスト1本ですか？そうですね。長谷川で決まんないかね。ねあ、いったね。もう15が怪獣え強すぎる。 15かなり体力凄まじいですね。これはやっぱりスキルを使ってガンガンやっていかないといける。最後はね MVP の長谷川に決めてほしいですね。あ、来た。もう頑張れ。いけいけ。頑張れ。というわけで核が露出してるのでだいぶダメージが与えやすくなっているはず気がする。あ、あ、やばいかも。長谷川？長谷川？やめろ。やめて。長谷川だけ？あ、全体攻撃だった。それはね。結構ピンチかもですね。大丈夫。自分を信じて。いけるいけるいける。半分ぐらい。オッケー。核露出したので。お。あ、東雲との掛け合いセリフもある。おお。素晴らしい。お。いけるか？いけるか？これパピラついてるよ、足。そうだね。すごい。長谷川いけ。うわ。これ何？ジェットついてるし、ぶん回してるやつ面白い。あ、最後は隊長か。やっぱり何が持ってったか。隊長かっこいい。素晴らしい。任務完了。祈祷する。主人公の姿見せなくていい。いや本当そうなんですけどね。まあまあまあ一旦ね、アニメでも今第一舞台活躍してるんで。長谷川。いや面白かった。いやはい、ということで見事勝利を飾ったわけですけれども、いいんですね、プロモーションとしてはこれで。大丈夫かな。全然主人公出てこなかったけどね。出てこなかったけど、まあ大丈夫です。大丈夫プレイしてる方に楽しんでいただければ、それが一番なんで。盛り上がってよかったです。めっちゃ面白い。いや、でも実際操作してみて操作感とかいかがでしたか？めちゃめちゃ快適でした。一回一回その行動順とかやってることがすごい明確だし、どの攻撃がどれぐらい強いかとかゲージがどれぐらい溜まってるかっていうのもすごい分かりやすいインターフェースになってたので、これはなんていうか今結構そのやや余裕目でクリアできましたけど、もっとギリギリの相手と戦った時がまた熱いんじゃないかなと。このリソースをいつまでにどう使うかみたいなのが熱いゲームなんじゃないかなと、密かにここが盛り上がってる時に一人で考えてました。すいませんね、これね。ガヤガヤして。そういう楽しみ方もあるかなと思います。はい。さあということで、ゲームの内容もですね、皆様にご理解いただけたというところになりますけれども、いよいよこれがいつ遊べるようになるのかという最後の発表になりますね、藤田さん。はい。ついに発表ということでよろしいですか？はい、大丈夫です。皆さんお待たせしました。本日早速リリース日発表させていただきます。じゃあ発表するので皆さん後ろご覧ください。レノ、ミナ、そして2025年8月31日日曜日全世界でリリースします。おめでとうございます。いよいよでございます。もう夏休みも最終盤というタイミングでじゃあこの日までに宿題全部終わらせて、ぜひ一日遊んでくださいねってことですね。長谷川で遊べる。長谷川で遊べる記念すべき日ですね。8月31日にリリースするのはスマートフォン版ですね。はい、iOS、Android。で、PC、Steam 版に関してはもう少し先で、リリースさせていただきますのでお間違いないようお願いいたします。はい、やったー。アニメもだからまだ放送しているタイミングですか？はい、そうです。はい、8月30日にまさに多分アニメが放送される。で、その翌日にゲームが
すげえ。その週は何の回でしたっけね。察しがいいですね。何の声だったもしかしてゲームとアニメでねやっぱうまいことこう連動とかが全然今担当者が目を合わせてくれない。なるほどね。そうですね。なぜこのセリフが加藤さんに割り当てられてるのか。このセリフがあって台本ね。いいんですよ、台本がどうこうって言わなくて。ここ加藤さんうまいことをいい感じに話してくださいって言われて僕いい感じに話せなくて頑張ってたんでその上で藤田さんがもう台本って言っちゃって台本です書いてあるんですはい台本で言わされてるってことなんですね。奴隷です僕はなんかあるみたいです楽しみにしてくださいここだけですから台本ね。加藤さんが言うことに何か理由があるかもしれないという理由があるかも。勘のいいファンの方は気づくかもしれない。はい楽しみにお待ちください。はい、お願いします。わかりました。ということでですね、本当に X のアカウントでしたりとか YouTube のチャンネルでもさまざまな情報を出しますので、こちらも登録いただきたいですし、事前登録のお知らせがございます。こちらです。85万人達成しております。すごい。85の日に85万人達成されたということで。そうなんです。おめでとうございます。いや前回の特番の時はこの星名さんが黒塗りになってて一体この黒塗りは誰なんだみたいな話になってたんですけどゲットできる満を持してありがとうございます。登録いただいた皆さんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。改めて整理しますと、ミナに続いて星名も全員がねもらえるという状況で立ち絵もねございます。こちらかっこいいながら星4のはるか高見え、そして刀のスペシャリストの両名がもらえるということなのですが、さらにこちらご覧ください。事前登録が100万人を突破すると今の2人のキャラクターとは別に今度は星5キャラクターを1人プレゼントできるということだそうです。あと25万人これを失礼ごめんなさい計算ができないごめんなさい15万人25万人いってください。110万いくことにそう110万いっちゃうじゃないですか。100万じゃ止まんないっすよ。やべるかぶれだあと15万人いくと星5を選べるっていうことなので素晴らしい。ここはやっぱりもうね皆さんどうかご協力いただきたいと。すごい東雲さんになるみヒコル8号そして先ほども登場していたみなとしなねそして功さんともうそうそうたるメンバーですけれどももう選びこの中から選べますよ。そうですよ。どうも渡ると一人足りない長谷川長谷川がいる。確かに今日の流れ的にはこのくだり入った時長谷川って言ったよくぞ言ってくれた。いやレノがいないよ。確かにどういうことなんでいないんですか。ここにいるのに星4ですからね。置物ですか。それは違う。レノも長谷川も星4なので、はい、そこはもうぜひ自引きしてください。なるほど。何かあるちゃんといますよね。今後いろんな展開が待ち受けているでしょうということで。本当はねここでレノの話を膨らませるねもちろん想定ではあるんですけども星5の長谷川というのも実装予定はこするな。だって今日はもう長谷川の日ですよ。ぶっ壊れてるよ。ボロボロだ。じゃあここで話されたことを理由にお持ちします。提案していきます。素晴らしい。長谷川を応援してくれよ。コメントでいっぱい書いといてください。長谷川を頼むぞと。お願いします。お願いします。いやということで本当に皆さんのオーダーがあればゲームがどういう風に進化していくかわからない可能性無限という状況なんですけれども、改めてですねいろんなキャラクターたちが登場するこのゲームビジュアルをちょっとご覧いただきたいと思いますね。こんな感じになっております。長谷川。しかもさ長谷川と同じようなシルエットの人もう一人。本当だ。パワードスーツ2人目が。でもパワードスーツはやっぱ強いよね。パワードスーツって言っちゃっていいのかわかんないけど。乗るやつ。しかもまだ紹介されてない人もいるんじゃない。いっぱいいます。うわ気になる。みんな素敵だし。なるほど。
楽しみなキービジュアル、そうですね、まさにリリース8月31日に向けて、こうゲームらしいビジュアル、全員集合ビジュアルみたいなのをちょっと用意したかったので、一部ちょっとまだご紹介できてないキャラクターもいるんですが、それはちょっとリリース以降で、楽しみにお待ちいただければと思います。ということで皆様のああしてくれこうしてくれというこのキャラクターが欲しいよというものをですね、声というものもどんどん募集しておりますので、いろんな応援の声いただければと思います。リリースもいよいよ近づいてきているわけですけれども、アップストア、Google プレイ、そして Steam でですね、事前登録受付中となっております。100万人まではあと15万人というところになりますので、ぜひぜひ皆様のご協力いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、開発プロデューサーの藤田さんはここまでのご登場ということになります。本日もいろんな情報をくださってありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではですね、最後に内山さんから、コーナーのご紹介お願いいたします。続いては怪獣8号お知らせのコーナーです。イエイ。ではまずは原作情報からです。こちら、コミックス累計1800万部突破、最新15巻は絶賛発売中です。そして最終16巻は9月4日発売となります。ぜひお楽しみに。さらに防衛隊員たちの休日の様子を報復絶倒のギャグで描く怪獣8号のスピンオフギャグ作品、怪獣8号リラックス最新3巻も同じく9月4日に同時発売です。こちらもお見逃しなく。続きまして本日の特番が初出となるコラボ情報です。怪獣8号×&ギャラリーコラボレーションカフェの開催が決定しました。今回のカフェのテーマは夏の怪獣討伐大作戦。海の家にちなんだメニューや夏にぴったりな涼しげなメニュー、カフェオリジナルグッズなど多数ご用意しております。8月23日から9月15日まで有楽町店、難波店、名古屋2号店にて同時開催予定です。詳細は続行をお待ちください。続きまして、現在絶賛開催中のアニメ怪獣8号スペシャルポップアップベースヤード東京にて8月8日より第2弾ビジュアルT シャツで現着の商品が追加展開いたします。各キャラクターが着用しているオリジナル T シャツが販売されたり、その他にも多数の商品が追加予定です。詳細は特設サイトをチェックしてください。そして今年も怪獣8号ポップアップストア by IG ストアの開催が決定しました。東京会場は渋谷マグネット5階にて8月22日金曜日から9月7日日曜日に開催。その他大阪、愛知、神奈川への巡回も決定しております。怪獣8号と1期で登場した怪獣たちを描いた怪獣アートシリーズとシティポップをテーマにしたイラストの計5枚の新規書き下ろしイラストを使用した商品やその他新商品も多数展開いたします。詳細は IG ストア公式ホームページをチェックしてください。そしてまだまだあります。続いてはこちら、本日よりアニメ怪獣8号ポップアップストア怪獣8号プラザが大阪の難波ロフト会場から開催スタートいたしました。クールに椅子に座ったカフカたちの書き下ろしアイテムをはじめ多数の新商品がラインナップ。今後東京、愛知など各会場を巡回していきますので、詳細は公式 X をチェックしてください。そしてアニメ怪獣8号がバイス・シュバルツに参戦します。トライアルデッキブースターパックが8月8日に発売決定しています。新規書き下ろしイラストが多数収録されているほか、ごく稀にキャストの箱押し&直筆サインカードが封入されております。ぜひチェックしてください。はい、ということでありがとうございます。まだまだですね、怪獣8号たくさんの展開待っておりますので、引き続き楽しみにお待ちいただければと思います。以上、お知らせコーナーでした。さあ、ということであっという間にエンディングのお時間となりましたね。今日も本当スパッと駆け抜けてまいりましたけれども、ファンの皆様に最後に一言ずつ頂戴したいと思います。まずはですね、加藤さんから。はい、番組をご覧になった皆さんありがとうございました。ですね、普通に超楽しかったですね。はい、レノのね、登場だったりとかが、もう少し先にあるかもよみたいなお話とかはさせていただいたんですけれども、それとは関係なしに本当に作品の展開というかどういう風に描かれていくのか本当に個人としても楽しみですので、一緒にこれから怪獣8号を、もっともっと盛り上げていけたらいいなと思っております。本日ありがとうございました。ありがとうございました。レノの活躍にですね、注目させていただきたいと思います。続いてファイルズさん。
はい、皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。ですね、アニメとゲームどっちもこう同時進行でリアルタイムに楽しめる作品ってなかなかないので、本当に怪獣8号もう今がもう本当に最高な時なので、そんな最高の瞬間を皆さんと一緒に共有できることが本当に嬉しいです。本編でもキコル、そしてねキコルを取り巻く環境だったり、いろんなものが目まぐるしく変化していく中ではあるんですけれども、皆さん怪獣にも負けず雨にも負けず、これからも応援してくれると嬉しいです。長谷川も今日で大好きになりました。またゲーム楽しんでね。はい、ありがとうございます。長谷川への熱い応援コメントもありがとうございました。続いて内山さん。はい、僕も今は長谷川で頭がいっぱいです。なんか劇中、アニメの劇中でも成海は長谷川とのシーンが多かったので、長谷川は印象強かったんですけれども、ゲームでまた印象強くなったっていうか、なんか別のイメージが生まれてすごいなんか面白いなと思ったし、僕もプレイして、長谷川を動かしたいなと思いました。ゲームの収録でキャラごとにこうかけるセリフがこう変わっていくっていうので、セリフ量多いなって撮ってる時思ったんですけど、ゲームでこうやって使われて、でこう組み合わせ選ぶキャラクターを変えると掛け合いのセリフが変わってっていう、こういうギミックにつながるんだって今日知れたので、さらにもうこれからも、これまでと同様に、収録も頑張っていきたいなと思うことができたので、いい一日でした。ありがとうございました。さあ、ここまで熱望してますからね、やっぱ星5長谷川をぜひとよろしくお願いしますでございます。さあ、それでは最後に福西さんから締めのご挨拶をお願いいたします。はい、ということで見事新情報に心をぶち抜かれましたということでですね、この夏アニメ、ゲーム、そして何より原作が完結されたということで、その翌日にアニメ第2期が放送ということで、その第2期も絶好調で続いている、そしてゲームの新情報も続々出ている、リリースも夏の8月の終わりの日に決まったということで、もうちょっとこの夏私もう頭と心がパンパンなんですけれども、いろんな情報を得ては皆さんにお届けし、得てはお届けしで、収録もたくさんあったりとか、番組もアニメと連動した番組もあったりして、この夏は怪獣8号で心をいっぱいにして過ごせそうです。忘れられない2020にご連絡に。ちょっと待って、最後何だった？忘れたんですけど。ほらもう狙われてる。あと日本語エイムして。忘れられない怪獣8号の2025年夏にしていきましょうということで、これからも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぶち抜かれちゃったんですよね、もうね、情報量の多さに。はい、ありがとうな。ということで、体調にはご自愛いただいて、引き続きご宣伝いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで改めまして、アニメ怪獣8号は毎週土曜日23時よりテレ東系列他にて放送しております。 X にて全世界リアルタイム配信もされているという状況です。さらに毎週23時30分からは各種動画サービスにて配信中です。怪獣8号ザゲームも8月31日のリリースが決まりましたので、アニメもゲームもですね、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。それではまた次回ですね、お目にかかれることを楽しみにしております。本日ありがとうございました。ありがとうございました。